注文の多い料理店。宮沢賢治、原作。ある秋も深まった日のことでした。二人の若い男が深い山の中をうろうろと歩いておりました。二人はピカピカする鉄砲を担いで山奥の森の中を登ったり降りたりしていました。二人は大きな犬を2匹連れていました。二人が森の中を歩くたびに落ち葉がカサコソと音を立てました。彼らは猟をするために町からやってきたのでした。一人が言いました。ここらの山はけしからんね。鳥も獣も全く嫌がらん。もう一人が言いました。何でもいいから目の前に出てきたらタンタワンとやってみたいもんだね。鹿の黄色な横っ腹なんぞに2、3発お見舞いしたら随分痛快だろうね。ああ、駒のようにくるくる回ってそれからドタッと倒れるだろうね。それはだいぶの山奥でした。一緒に来たガイドもちょっと孫ついてどこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。それに犬たちも2匹一緒に具合が悪くなってしまい、しばらくうなって倒れて、それから泡を吐いて死んでしまいました。実に僕は2000円の損害だ。と、一人が犬のまぶたを調べて言いました。僕は3000円の損害だ。と、もう一人が首を振りながら言いました。一人がもう一人の顔つきを見ながら言いました。僕はもう戻った方がいいと思う。僕もそう思う。そいじゃ、これで切り上げよう。なーに、宿で山鳥を売ってるから、それでも買って帰ればいいさ。うん。うさぎも出ていたね。そうすれば結局同じこった。では帰ろうじゃないか。ところが困ったことには一体どっちへ行けばいいのか一向に見当がつかなくなっていました。風がどうと吹いてきて草はざわざわ、木の葉はカサカサ鳴りました。枝はヒューヒュー、木はゴトンゴトンとなりました。どうも腹が空いた。もうあまり歩きたくないな。僕もそうだ。もうあまり歩けないよ。僕は疲れた。一体どこにいるのか見当もつかないよ。ああ、何か食べたいな。何か食べたいな。彼らは森の中をうろうろ歩き回りながらこんなことを言っていました。ふと見ると森の中に立派な一軒の西洋造りの家がありました。そして玄関には西洋料理店山猫軒という札が出ていました。君、ちょうどいい。ここはこれでなかなか開けているんだ。おや、こんなところにおかしいね。しかし、とにかく何か食事ができるんだろう。もちろんさ。看板に料理店と書いてあるじゃないか。入ろうぜ。よし、入ろうじゃないか。僕は、もう何か食べたくて、倒れそうなんだ。二人は玄関に立ちました。扉にはこう書いてありました。どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はありません。二人はそこで、ひどく喜んで言いました。おい、こいつはどうだ。世の中はうまくできてるね。今日一日大変だったけど、今度はこんないいこともある。それに、決してご遠慮はありませんというのは、きっとただでご馳走するんだぜ。二人は喜んで扉を開けて中へ入りました。扉を閉めると、その裏側にこう書いてありました。ことに太ったお方や若いお方は大歓迎いたします。これを見て二人は大喜びです。君、僕らは大歓迎に当たっているのだ。特に僕は両方兼ねているからね。そしてずんずん廊下を進んでいきますと、また扉がありました。どうも変な家だね。どうしてこんなにたくさん扉があるんだろう。これはロシア式だ。寒いとこや山の中はみんなこうさ。そして二人はその扉を開けようとしますと、こう書いてありました。当軒は注文の多い料理店ですから、
どうかそこはご承知ください。なかなか流行ってるんだ。こんな山の中で。きっと一流の料理店だぜ。いい店はこういう隠れ家的なところにあるものさ。二人は扉を開けて次の部屋に入りました。するとその裏側にこうありました。注文は随分多いでしょうが、どうかいちいちこらえてください。一人は顔をしかめました。これは一体どういうことだ。もう一人が言いました。これはきっと注文があまり多くて支度が手間取るけれどもごめんくださいということだ。なるほど。とにかく早くどこか暖かい部屋の中に入りたいもんだな。そしてテーブルに座りたいもんだな。ところが、また扉が一つありました。そして壁に鏡がかかっていて、その下の小さいテーブルに、櫛とブラシが置いてあったのです。扉にはこう書いてありました。お客様方、ここで髪をきちんとして、それから履物の泥を落としてください。これはその通りだ。僕は山の中だと思って見くびったんだよ。作法の厳しい家だ。きっとよほど偉い人たちがたびたび来るんだ。そこで二人はきれいに髪を削って靴の泥を落としました。そしたらどうです。櫛とブラシを戻すや否や、それらがぼーっと霞んでなくなって風がどーっと部屋の中に入ってきました。二人はびっくりして互いに寄り添って次の部屋へ入っていきました。早く何か温かいものでも食べて元気をつけておかないともう途方もないことになってしまうと二人とも思ったのでした。扉の内側にまた変なことが書いてありました。鉄砲と弾丸をここへ置いてください。すぐ横に置き台がありました。なるほど。鉄砲を持って物を食うという法はない。いや、よほど偉い人が始終来ているんだ。二人は鉄砲を外し、弾丸と共に台に置きました。行くと、また扉がありました。そしてこう書いてありました。どうか帽子と街灯と靴をお取りください。そして扉の横には脱衣かごが置いてありました。どうだ、取るか。仕方ない、取ろう。きっと、中は暖かいんだよ。二人は靴を脱ぎ、帽子とジャケットをカゴに入れました。そして、扉を開けて、中に入りました。扉の裏側には、また変なことが書いてありました。ネクタイピン、カフスボタン、耳飾り、メガネ、財布、その他金物類、ことに尖ったものは、みんなここに置いてください。見ると、すぐ横に銀色の金庫があり、鍵まで添えてあったのです。一人が言いました。ははあ、何かの料理に電気を使うと見えるね。金気のものは危ないということだろう。そうだろう。してみると、勘定は帰りにここで払うのだろうか。どうもそうらしい。二人はメガネを外したり、財布やら時計やらを取り出して、金庫の中へ入れ、鍵をかけました。少し行くとまた扉がありました。扉にはこう書いてありました。壺の中のクリームを顔や手足にすっかり塗ってください。そして、壺が置いてあり、壺の中には上質な牛乳のクリームが入っていました。クリームを塗れというのはどういうことだ？これはね、外がとても寒い。でも部屋の中は暖かくて乾いているから、ひびが切れる。その予防だよ。なるほど。どうも、この店にはよほど偉い人が来ている。僕らは高名な人たちと近づきになれるかもしれないよ。二人はクリームを顔に塗って、手足にも塗りました。それから大急ぎで扉を開けて、次の部屋に入りました。扉の裏側にはこうありました。クリームをよく塗りましたか？耳にもよく塗りましたか？そして小さなクリームの壺がここにも置いてありました。
そうそう、僕は耳には塗らなかった。危なく、耳にひびを切らすとこだった。ここの主人は実に思慮深いね。そうだね。細かいとこまでよく気がつくし、用意周到だよ。ところで僕は早く何か食べたいんだが、一体扉があといくつあるんだろうか。すると、次の扉にはこうありました。料理はもうすぐできます。15分とお待たせはいたしません。すぐ食べられます。早くあなたの頭に瓶の中の香水をよく振りかけてください。そして扉の横には香水の瓶が置いてありました。二人はその香水を頭へパチャパチャ振りかけました。ところがその香水はどうも酢のような匂いがするのでした。この香水は変にすくさい。どうしたんだろ間違えたんだ。メイドが風邪でもひいて間違えて入れたんだ。二人は扉を開けて中に入りました。そして扉を閉めるとこう書いてありました。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体中に壺の中の塩をたくさんよく揉み込んでください。そしてそばに塩の壺が置いてありました。しかし今度ばかりは二人ともぎょっとしてお互いにクリームを塗った顔を見合わせました。どうもおかしいぜ。僕もおかしいと思う。たくさんの注文というのは向こうがこっちへ注文してるんだよ。だからさ、この料理店は僕の考えるところでは料理を来た人に食べさせるのではなくて、来た人を料理にして食べてやる家とこういうことなんだ。これはそのつまり僕らがガタ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 震え出してもうものが言えませんでした。その僕らがうわぁ。ガタ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 震え出してもうものが言えませんでした。逃げよう。扉に駆け寄り開けようとしましたが鍵がかかっており扉はもう一部も動きませんでした。二人が振り向くと部屋の奥には扉がありそこにはこう書いてありました。いや、わざわざご苦労です。大変結構にできました。さあ、お腹にお入りください。そして扉の隙間から二つの目玉がギョロギョロこっちを覗いています。うわ二人はガタ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 震えてお互いを見つめましたがもう動けません。そして泣き出しました。すると扉の中ではこんなことを言っています。ダメだよ。もう気がついたよ。塩を揉み込まないようだよ。当たり前さ。親分のガキ用がまずいんだ。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょうなんて、間抜けたことを書いたもんだ。どっちでもいいよ。どうせ僕らには骨も分けてくれやしないんだ。それはそうだ。けれども、もしここへあいつらが入ってこなかったら、それは僕らの責任だぜ。そうだな。じゃ、呼ぼうか。呼ぼう。おい、お客さん方、どうぞいらっしゃい。早くいらっしゃい。どうぞ、いらっしゃい、いらっしゃい。お皿もきれいに洗ってありますし、ナッパも塩を振りかけてあります。あとはあなた方とナッパを真っ白なお皿に乗せて取り合わせるだけです。早くいらっしゃい。へい、いらっしゃい。それともサラダはお嫌いですか？そんならこれから火を起こしてフライにしてあげましょうか。とにかく早く、いらっしゃい、いらっしゃい。二人はあまりの恐ろしさに顔がまるでくしゃくしゃの紙くずのようになってしまいました。そしてお互いにその顔を見合わせ、ブルブル震え、声もなく泣きました。中ではまだふっふっと笑っています。じい、泣かないでください。せっかくのクリームが流れるじゃありませんか。へえ、ただいますぐ持って参ります。さあ、早くいらっしゃい。早くいらっしゃい。親方がもうナプキンをかけて、ナイフとフォークを持って、お客様方を待っておられます。早くいらっしゃい、いらっしゃい。二人は泣いて泣きました。
すると突然、後ろから吠える声がしました。二人が連れてきたあの大きな犬どもが部屋に飛び込んできたのでした。犬どもが後ろの扉に飛び込んでいくと、扉の向こうの目玉が消えました。犬どもはうーっとうなっては吠えていましたが、扉に飛びつきました。すると扉が開き、犬どもは暗闇に吸い込まれるように飛んでいきました。扉の向こうの真っ暗闇の中で、犬の吠える声と獣の叫び声がして、それからガサガサ鳴りました。部屋は煙のように消え、二人はブルブル震えて草の上に座っていました。冷たい風が吹いています。見ると、上着や靴や帽子や財布やメガネは、あっちの枝にぶら下がったり、こっちの根元に散らばったりしています。風がどうと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。犬たちがふうふう言いながら戻ってきました。そして、後ろから誰かが叫ぶ声が聞こえました。おい。おい。ガイドがやっと二人を見つけたのでした。もう薄暗くなっていました。二人はガイドの持ってきた団子を食べ、宿に戻りました。そして山鳥を少し買い、次の日に町へ帰りました。しかし一旦紙くずのようになってしまった二人の顔は、温泉に入ってももう元の通りに戻りませんでした。